ンドゾーン2。今回は言わずと知れた世界終末後のサバイバルコロニー建設ゲーム。ひっそりとアリーアクセス解禁。でとりあえずチュートリアルをやったんだけど4時間やっても終わらなかった。なげー。だー、もう我慢できねえ。サバイバルモードを始めるぞー。うちのレイムさんは我慢を知らない。難易度は放射線などの悪影響を受けない。建設モードから簡単中程度困難。色々あるな。どれにする？もちろん一番いいのを頼む。最大のチャレンジを求めているエンドゾーンのベテラン向け、最も悪条件の元無慈悲な環境との戦い。何回も死ぬでしょうが、むしろ望むところ、ですよね。ではその最大チャレンジでおなしゃーす。ってこれチュートリアルだと最初からあったスクラップや樹木湖までないの？始める前からやべえ匂いがプンプンするぜ。ゲーム開始時はこの黄色い線のセクター1から開始なので、なんとなくでかいのが強そうと思い適当に連打して生成。あとはゲーム開始時に資源があることを願うだけだな。でゲーム設定はこんな感じでござ候。チュートリアルもクリアしてないから、ぶっちゃけどう難しいかも判断しかねるな。まあこの手の世界は慣れている、なんとかならそれでは終末世界に、レーっちゃごー。そしてバスにわずかな水と食料だけで放り出された。新しいゾーンが見つかりました。左下のミニマップにゾーンとやらが表示されたぞ。まずはこのゾーンの資源をチェック。樹木が生えておらず粘土が採取可能。あと湿地がいくつかあるみたい。木が生えてねえのは辛いな。なんも建てられねえよ。肥沃な土地がないのもきついよ。食料や衣服も作れやしない。幸先が思いやられるな。入植する前にどんな土地かと確認中。スクラップが取れそうな廃墟があるな。緑色のが湿地帯。お、湖があるぜ。ここなら水は大丈夫。要すれば食料もいけるかな？入植地を見定めバスを発進。近場の廃墟を漁って資材を集めろー。バスの中には15名の住民とわずかな食料のみ。このままじゃ入植地についても何も建てれない。なんでもいい。とにかくバスに資材をねじ込めー。こうして周辺の廃墟を漁りながら新天地を目指した。やっはー、奪えるものは全て奪えー。入植地の近くで遠征ポイントの橋を発見。遠征を始めます。通常の廃墟の資源漁り以外にもこういうのもあるのな。まずは車をゴソゴソ。レイムはゴム手袋を手に入れた。他もゴソゴソして先端に行くと、何やら赤くなった資材が表示されました。多分鉄かな？持ってけば橋が修理できそうだ。住むところすらないのに橋の修理なんてしてらんないよ。そりゃそうだな。で橋のすぐそばのセクターに入れる場所に到着。水が尽きています。すぐに入植地を作らないと喉が渇いて死んでしまいます。しばし待たれよ。バスの荷下ろし場設置完了。それでは湖の近くに町の中心となる、タウンセンターをホイットな。新しい入植地の誕生だ。終末世界で生き残った選ばれし15名の民よ。貴様たちは私が導く、共に繁栄を手に入れるぞー。この入植地は白霊号と命名する。村のカラーは赤に変更されシンボルは謎の丸が採用された。ではまずは水の生産を開始するため、桟橋を建設だー。水が尽きたら干からびてお亡くなりだ。最優先で建設だぜ。程よくタウンセンターの近くにホイットな。タウンセンターが倉庫とみなされ、周辺の効率バフがかかりました。お次は食料確保のため漁場を建設。ここは肥沃な土地がないから農業はできない。魚で食いつなぐぞ。ちなみに木も生えてないので野草もない。最終小屋を建てても無駄な世界です。さすが最高難易度、サバイバルが過酷だぜ。でお次はスクラップからプラスチックを生産するリサイクラーも建設。この施設はスクラップ生産が近くでされてるとバフがかかるみたいだな。てなわけでスクラップを拾ってくる起点となる、スクラップ工場もお近くにホイット。相乗効果で効率アップ。タウンセンターにつながる道と接続することでも、10% 作業効率上がるのでこちらも敷設。道の敷設には道具を使うんだけど、距離で個数が変わるのでギリッギリを狙って節約。ドケチ。拾った道具の在庫6個しかないんだよ。おっと住民の住まいとなるテントも建てなきゃ。一つのテントに5人住めるみたいだな。1軒分しか材料ないや。残りはホームレス、強く生きろ。建物は完成してないけどお仕事先にはリフリット。水と食料はなくなったら終わりだから急がせよう。どうも白霊廃品回収サービスでーす。ご自宅にあるご不要な品、回収させていただいておりまーす。木材すらねえからテントも建てられねえ。持ってけるものは何でも持ってけ。警告、貯水量の不足。いよいよ水がやばい。建物は完成している。好きなだけ汲んで飲めー。よかった。これで水問題は当分平気だぜ。スクラップ工場も完成したので疲労範囲を設定。こちら遠くに行くほど疲労までの時間が増えます。時計マークの横に数字が出てるな。離れるほど時間かかりそうだ。
建築してた人が暇になったのでお仕事割り当て。マイクロマネジメント大事な世界。こちらが完成したスクラップ工場。スクラップを拾ってここに集める感じだな。で、すぐそばにあるのがリサイクラー。スクラップからプラスチックを生産。スクラップ工場の範囲に入ってるので爆効果もバッチリ。そしてホームレス水食料不足になりながらも廃品回収車が薬局を発見、遠征を始めるぞー。最初に見つけた橋みたいに、ちまちま探索のお時間です。奪えるものは全て奪え現状生産できないものが多すぎる。木材1本布地1枚見逃すな。よし布ゲット。ちまちま廃墟物色中。ちまちま廃墟物色中。各種資材にまだ使わないけど鉄もゲット。でドアを開けようとしたら斧がなくて開けられぬ。ヤクザキックでこじ開けろよ。捻挫したら嫌だから斧をどっかで拾ってからで直すよ。さいですか。ではこれにて薬局の探索、終了。さあ廃品回収作業を続けるぞ。そして近場を探索してバスいっぱいの物資を確保。よし一旦拠点に戻るぜ。おや？漁場がストップしてる。漁場で使う道具が枯渇してんぞ。しまった工具を作る木材がないから後回しにしてたよ。急いで拾った道具を搬入せよ。漁師さん、これでもうちょっとしのいでちょうだい。食料生産もままならねえ。食料不足だ。黙れババア。言葉が野蛮すぎるぞ。サバイバルだからってカリカリすんなよ。さあ声援。お前がそんなんだから信頼関係真っ赤だぞ。全処しまっしゅ。遠征で拾ってきた物資でテントを立ててご機嫌取り。これで15人分のテントが立つな。で住民14人になってるぞ。野生に帰ったよ、多分。白霊号、それは限界集落。もう食料も限界だよ。しれっと食料ゼロになってるじゃねえか。食料は大事、食料庫を建てよう。入れる食料がねえんだよ。じゃ貯水場を、ってそもそも木材がないや。ぐだぐだ。仕方がない、とりあえず建設予定だけでも出しときましょ。資材足りなくても予約はできるのな。道具の枯渇も食料生産が止まって死活問題なので、工具工場も予約しときましょ。なお、工具を作るにはスクラップと木材が必要。セクターに木が生えてないのがマジで辛いよ。当分は木材拾ってなんとかするしかねえか。効率上げるために資材倉庫も目の前に予約しとこっと。他の工場も近いし有効活用してくれるかな？で廃品回収に出かけようと思ったけど、倉庫に空きがなくてスクラップが置いてけない。物資不足だけどスクラップだけは余っております。仕方ない近所の薬局に置いてきましょ。探索終わった遠征地に保管する小技入りまーす。薬局に到着、遠征を始めるぞ。はい、遠征終わります。バスの中のスクラップ邪魔だから下ろしといて、そのうち使うことがあったらまた拾いに来るよ。不法投棄は犯罪です。良い子も悪い子も真似すんなよ。あやべ人口7人まで減っちゃってる。さすがに食料なしは厳しかったか。漁師が全滅してるから配置換えせねば。白霊の民にはそこら辺のスクラップでも食わせておけ。こらこら。せっせと廃品回収に勤しんでたら産業用地の遠征ポイントを発見。早速遠征開始だ。コンテナの中には何があるかな？手慣れた犯行で木材発見。犯行言うな。深夜の工場徘徊中。深夜の工場徘徊中。進むのに使えそうな板と斧をゲット。板はこの下支えのところで使えるみたい。そしてキュピーインの音とともに研究ポイントをゲット。進行度が 50% 超えたからかな？こっちの方にも色々あるな。どんどん持ってこうぜ。あいよ。お、金庫があるぞ。鍵がかかってる。ロックキックがないと開けられないね。ロックキックがあれば開けられる。うちのレイムさんは特殊な訓練を積んでおります。ロックキック手に入れたらまた来ましょ。おっと使った板は他でも使えるから回収っと。手慣れた犯行を押す。遠征結果はご覧の通り。薬局のドア壊すのに必要な斧が手に入ったのがちょっと嬉しいくらいかな。スカ薬局ってどこだった？遠征の画面で確認可能。条件となるアイテムも出るよ。これなら忘れても大丈夫だな。7人に減った大人が8人に増えた。人が減って家に空きができベイビーが誕生。この世界の赤ちゃん即日大人になるのか。ゲーム開始2日目に突入だぜ。さて拠点に戻る前に薬局にスクラップ置いてこ。薬局完全にスクラップ置き場になったな。拠点に戻って遠征でゲットした資材を搬入。これを使って苗木場を建設だー。木材不足に悩む白霊号、植林始めました。道具も40個拾ったし、道も一緒に敷設っと。少しずつだが着実に開発。そして建設予約したの忘れて隣に工具工場を再度建設。おい。この世界の建物みんなボロっちいから見分けがつけにくいんだよ。こらこら。まあ人を配置しなけりゃ問題なーし。
赤子でテントがいっぱいになりそうなのでテントを、建てまし。人口増えると食料不足とか心配だぜ。では開拓2日目に入り最低限の暮らしが整いつつある中、新たに見つけた遠征ポイントを探索しつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。チュートリアルすら途中で投げ出したレイム、果たしてこの最大チャレンジ難易度を生き残ることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。